ちょっと待ってほしいのだ。今この瞬間、日本のガソリンスタンドで1リットル230円を超えているのだ。車で毎月50リットル入れてる人は、去年より月4500円、年間5万4000円も余計に払っているのだ。その原因が、ペルシャ湾の細い海峡にあるとしたら、信じられるのだ。ずんだもん先輩、ホルムズ海峡が封鎖されても3週間以上ですよね。でも今朝、米国とイランが秘密交渉をしてるってニュースが出て、これって本当に停戦できるんですか？今日はその秘密交渉の核心に迫るのだ。ニューヨークタイムズが米国とイラン双方の情報源を使って確認したことがある。トランプ大統領の特使、スティーブ・ウィトコフがイランの外相アラグチと直接接触しているのだ。でもトランプが言うほど話し合いが確立しているレベルには全く達していないのだ。公表していることと実際が違うってどういうことですか？トランプ大統領はイランと話しているって言っていたじゃないですか。それって嘘だったんですか？まず3週間前に何が起きたかを整理するのだ。2026年2月28日、トランプ大統領はイスラエルと共にイランへの軍事攻撃を開始したのだ。これが問題なのだ。実はその直前、ジュネーブでイランと米国の外交官の秘密裏に交渉テーブルについていたのだ。ところがその交渉の最中に、トランプは突然攻撃を決断したのだ。それって交渉の席を蹴って攻撃したということですよね。イランが怒るのは当然じゃないですか。そこから今回の秘密交渉の話に戻るのがおかしくないですか？そこが今回の核心なのだ。イランは公式には米国と何も話していないと否定しているのだ。なぜかというと、交渉テーブルにいる間に攻撃された前科があるからなのだ。これは外交用語で言うと信頼の破壊なのだ。クラスで仲直りしようと話し合っていたら、突然後ろから殴られたようなものなのだ。次に仲直りしようと言われても信じられるわけがないのだ。だから RFI によると、ニューヨークタイムズが確認した事実はこうなのだ。ウィトコフとアラブチの接触は存在する。でもトランプが言うほど話し合いが確立しているレベルには全く達していないのだ。まだ交渉の芽が出た段階に過ぎないのだ。トランプが大げさに言うのは理由があるのだが、それは後で話すのだ。ちょっと待ってください。ウィットコフっていう名前、よく聞くんですが、この人は何者なんですか？外交官ではないですよね。スティーブ・ウィトコフは不動産王で、トランプの古い友人なのだ。外交のプロではなくトランプの個人的な使者として動いている。以前は停戦交渉にも関わっていたのだ。これがまさにトランプ流外交の特徴なのだ。国務省や正規の外交ルートを使わずに側近の実業家を動かす。 BBC も RFI も異例の外交チャンネルと報じているのだ。ではなぜトランプは攻撃を一時停止したのかを深掘りするのだ。その理由はイランとの対話のためだと言っている。でも実はもっと深い理由が3つあるのだ。第一に、ホルムズ海峡の封鎖が原油価格を押し上げ、米国内の物価上昇が止まらなくなってきたのだ。第2の理由がさらに深刻なのだ。イランのエネルギー施設への攻撃を止めたのは、畑がさらに原油供給が激減するからなのだ。ストレーツ・タイムズによると、カタールのツラファン基地だけですでに110万トンの CO2 相当ガスが大気中に放出されているのだ。エネルギー施設への攻撃は世界のエネルギー供給を破壊する諸刃の剣なのだ。でも先輩、それって逆じゃないですか？攻撃してイランを弱らせれば、むしろホルムズ海峡が開くんじゃないですか？攻撃を止めたら、イランはますます強気になりませんか？それがまさに第3の理由につながるのだ。インディア・トゥデイによると、3週間以上の爆撃を経てもイランの体制は崩壊していないのだ。米国の情報長官自身がイランの政権は健在だが弱体化していると証言したのだ。さらにイランはホルムズ海峡を依然としてコントロールし、イスラエルや湾岸諸国を攻撃する能力もまだ残っているのだ。つまり撃っても壊せなかったのだ。ここで重要な構造的分析をするのだ。なぜイランは3週間の猛爆撃に耐えられたのか。イランは40年かけて地下深くに核施設、ミサイル施設を埋めてきたのだ。これは冷戦時代のソ連のバンカー技術を参考にしている。僕に言わせれば、これはモグラ叩きゲームでモグラが穴の底にいる状況なのだ。畑けども出てこない。しかも穴の中から時々こちらを叩いてくるのだ。そう考えると、トランプが交渉を始めようとしている理由が分かってきました。でも、エジプトやインド、トルコも動いているって聞きました。なぜこんなに多くの国が仲介に入っているんですか？インディア・トゥデイによると、エジプトはイランの精鋭部隊 IRGC と部接触し、2日間の戦闘停止を提案したのだ。これがトランプの姿勢を変えるきっかけになったとも言われているのだ。オマーン、トルコ、インドも独自チャンネルで動いている。なぜこれほど多くの国が動くかというと、ホルムズ封鎖が全員に降りかかってくるからなのだ。韓国の外務大臣まで直接アラブチに電話してホルムズ再開を求めているのだ。ここで重大な問いが浮かぶのだ。イランは本
し交渉が成立するとしたら何が条件になるのか、さらにこの戦争が日本人の財布をどれだけ直撃しているかの実数を今から計算してみせるのだ。ここまでのポイントを整理するのだ。ニューヨークタイムズが確認した秘密交渉は存在するがまだ初期段階なのだ。トランプが攻撃を止めた本当の理由は原油高による国内経済圧力と3週間目撃してもイランを倒せなかった事実なのだ。そしてエジプト、インド、オマーン、トルコが仲介に動いているのだ。では日本への影響を具体的な数字で見ていくのだ。日本は原油の約9割を中東に依存しているのだ。ホルムズ海峡を通らない原油はほぼないのだ。日本政府が先週から戦略石油備蓄を放出し始めたが限界があるのだ。民間備蓄15日分を放出し、さらに政府備蓄1ヶ月分を放出すると発表したのだ。つまりこのまま封鎖が続けば約45日で備蓄が尽きるのだ。財布への直撃を計算するのだ。ホルムズ封鎖前と比べると原油価格は1バレルあたり約30ドル上昇しているのだ。これがガソリンに換算すると1リットル約20円の上昇なのだ。車を持つ家庭が月50リットル給油すると月1000円増、年間1万2000円の追加出費なのだ。ただしこれはガソリンだけで電気代、食料品、輸入品全てに波及しているのだ。正直聞いていて不安になってきました。地方に住んでいて車がないと生活できない人はもっとダメージが大きいですよね。東京の人とは全然違う話ですよね。その通りなのだ。車社会の地方ほどダメージが大きいのだ。月100リットル以上給油する人なら年間2万4000円の追加出費になるのだ。さらに30代で住宅ローンを抱えている家庭だとこの原油高が電気代上昇にも直結する。電力会社の燃料費調整額が上がれば月の電気代が2000、3000円増になる家庭もあるのだ。さらに見落とされがちな影響がもう一つあるのだ。日本はカタールから LNG 天然ガスを大量に輸入しているのだ。ところがストレッツタイムズによるとカタールのラスラファン施設が攻撃を受け稼働を大幅に制限しているのだ。 LNG の供給が不安定になれば来冬の日本の電力不足リスクが現実になるのだ。先輩、私一つ意見があるんですが言っていいですか？イランが恒久的な平和の保障を求めているって話が出てましたよね。それってぶっちゃけ不可能じゃないですか？アメリカとイスラエルが絶対二度と攻撃しないなんて約束できるわけないし、だとしたらこの交渉って最初から成立しないんじゃないですか？それは鋭い指摘なのだ。 RFI によるとイランが求めているのはイスラエルとアメリカが攻撃を再開しないという保証なのだ。でも特にネタニヤフ首相の発言を聞く限りイスラエルが永久に攻撃しないというのは非現実的なのだ。しかしイランには交渉で勝てるカードが残っている。それはホルムズ海峡と瓦礫の下に埋まった核物質の存在なのだ。冒頭でガソリン1リットルに130円という話をしたのだ。あの数字の背景には今話してきた複雑な方程式がある。ホルムズの封鎖は続いていて秘密交渉は始まったばかりでサウジアラビアと UAE は参戦も辞さずと言い始めているのだ。ウォールストリートジャーナルによると参戦は時間の問題という交換情報もあるのだ。もし中東全体の戦争に拡大したらガソリンは1リットル300円を超えるシナリオも現実なのだ。では最後に今後3ヶ月のシナリオを示すのだ。シナリオ A は交渉成立、ウィトコフとアラ口の接触が深まり45日以内に暫定停戦、ホルムズが部分的に再開、原油は20、30ドル下落、ガソリンは1リットル190、200円に戻る。シナリオ B は交渉決裂、拡大、サウジと UAE が参戦、イランがホルムズを完全封鎖、原油は200ドル超え、ガソリン1リットル300円超、来冬の電力危機が現実になるのだ。僕の個人的な見立てを言うのだ。ニューヨークタイムズが確認した秘密交渉の存在は本物だと思う。でも問題は信頼の再構築なのだ。2月28日にジュネーブで交渉中に攻撃したトランプが今度はちゃんと約束を守るとイランが信じられるかどうか。外交はルールの問題ではなく信頼の問題なのだ。この一点が最大のハードルなのだ。3ヶ月後、どちらのシナリオに転ぶと思いますか？コメントで教えてください。私は正直、シナリオ A の希望にかけたいですが、先輩の話を聞いていると、B への道が近い気もして。停戦シナリオ A か、拡大シナリオ B か、コメント欄に書いてほしいのだ。1ヶ月後に答え合わせをするのだ。
この動画が役立ったと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくのだ。次回は、なぜサウジアラビアはこれまで参戦しなかったのか、そして今後参戦する条件は何か、を深掘りするのだ。それではまた次の動画でなのだ。